冒頭の上部、サイトやらハッチやらをくっつけて形にしていきますね。特に語るべき部分もないのですが、お付き合いください。気づいていなかったのか、確認してたのに度忘れしてたのか、このキットは窓のパーツがあったんですね。これです。これにフィニッシングフィルムを貼るべきでした。透明プラ板に貼ってしまいました。剥がして貼れるのかな。ちょっと厳しそうです。奥まっている窓は塗装後につけたいんですよ。なのでサイトのパーツを仮止めで塗装できるかどうか、できないのかどうか、そのあたりを見ていきましょうかね。ガナー用のサイトの裏側にポコってへこんでいるところがあります。ここに窓が来るんですね。だから下から入れられるかどうかなんですよ。奥まってるからマスキングが剥がしにくいと思うんですよ。インストを見るとガナー用のサイトに関しては底がないので入れられそうです。車体各所にある追加したフックが作業の妨げになっています。組み立ててからフックを取り付けるべきでした。計画性がないと言ってしまえば確かにその通りですね。こんなやりづらい状態でナイフを使っていると怪我のもとになりますよね。まあここで僕の指にナイフが刺さったとしてビジュアル的には面白いかもしれませんね。おそらく YouTube からペナルティが来ちゃうんでそんなのはあげませんけどね。色をまとめて塗りたいという腹積もりですが、中にドアもつくんですよね。うまく色が回るかな。コマンダー用のサイトは底の部品をくっつけないとうまく組めないようです。なので底の部品だけボンド SU か何かで仮付けで作業を進めます。続いてやりたかったのがアンテナの自作です。キットはこんなに可愛いアンテナなので、もう少し大人チックなアンテナにしようと思います。それでこんなに細い先端部分だけ交換するのも無理があるので、ここから上を取り替えちゃいます。使うのは外径 1.4mm、内径 1mm と外径 1mm、内径 0.6mm の2種類の真鍮パイプ。本当は外径 0.9mm の真鍮パイプが欲しかったんですけど、まあなんとかなるでしょう。それと 0.5mm の真鍮線です。それを組み合わせてここにくっつけるということです。まず実写では真ん中のゴムかなといった部品のところを切り出します。やはり1ミリは太かったので少し削って細くしますね。そして入り口がわずかに潰れているようなので丸やすりで整えてやれば多分入ります。さあどうでしょうか。大丈夫ですね。
こんな感じのが出来上がりました。それでは付け替えます。できるだけ真ん中にガイドになるマークをつけます。そして1ミリのピンバイスで穴を開けます。まっすぐ穴を開けなくてはいけないので、それが難しいといえば難しいですね。できました。接着にはエポキシ接着剤を使うのがいいでしょう。サイトの上部はポリキャップ接続で取り外しは可能ですから、下のユニットは接着してもいいでしょう。このタイミングで方針の装着です。アンテナもつけてしまっていいでしょう。左右の角度を一致させなくてはいけません。当初ハッチを閉めた状態で塗ろうと思っていたのですが、それでは塗れないところが当然生じてしまいます。ですからハッチを開けた状態で塗装することにしました。ガナーのハッチは軸にストッパーがモールドされているため若干取り付けしにくいです。
少し右側を上げて左方向に押し込みます。次は砲塔後ろのバスケットですね。バスケットのネットはパッションモデルのエッチングパーツを使います。このエッチングパーツもクレオスのオキサイドレッドを塗装する予定です。これを見るとプライマーサフェーサーの記載はないのですが、マルチプライマーが含有されているようです。でも念のためにメタルプライマーも使います。網目が潰れてしまうのでエアブラシを使って空気圧でプライマーを飛ばします。ちなみにキット付属のネットを使う場合、インストの上でカットするわけにもいかないので、細切りテープを使ってネットに図面を写します。コピーをネットに貼り付けてといった方法もありかもしれません。ちょっと頭が痛くなりそうな遠近感で確認しにくいのですが、見えなくはありません。念のために申し上げておくと、このネットを使うわけではありません。もし使うならこんな切り出し方をしますよといったところですね。このテープの内側を切っていけばいいだけですね。でも僕はエッチングを使います。改めてエッチングパーツを見てみると、工具のクランプがありました。工具はもう車体に接着してしまったんですよ。なんとか使えないか考えてみます。とりあえずはこのバスケットを組んでいきましょう。ちなみにキットのネットとの違いはこうなっています。かなり目が細かいのがわかります。パッションモデルのインストの通りにバスケットのフレームを組み立てていきます。左側の部分は先に組んでしまうとまずいので、とりあえずこの大きな四角を組んでいきます。一応無数にあった押し出しピン跡はこのように削り飛ばしました。これは前に動画で上げたんですけど、トキパテで消しました。しかしこの床の押し出しピンは裏側になるので消す必要はなかったかもしれませんね。
向きとか間違えないように接着箇所もよく見ないと老眼にはきついです。何かで直角を出しながら組み立てるのが賢明でしょう。このように接着剤の瓶で押さえておくのは事故のもとですね。このパーツは左手で固定しながら接着剤を流し込みます。これでめんどくさいのは組めました。それで撮影用に下にスチレンマットを置いているのですが、これは接着剤で溶けてくっついてしまいますので、カッティングマットの上か何かで作業した方がいいですね。このように裏側から接着剤を流し込む方が楽かもしれません。一見大きな1枚のエッチングパーツに見えますが、床面、左右、後部と4つのパーツです。このように大理石コースターの上でエッチングパーツを切り出します。こんな感じになるので、瞬間接着剤を使って固定していけばいいでしょう。床のメッシュが大きいようです。キットの支柱の下の方を軽く削ってみます。なんとかはまりましたが、角の方で曲がってしまいました。事前に両側をわずかに曲げておいた方が良かったみたいです。左右それぞれ1ミリ程度大きいようです。塗装が艶消しなので、後々目立たなくなることを祈りましょう。裏側から瞬間接着剤で接着していきます。やはり少し気になります。残りの小物パーツを接着していきましょう。まずは環境センサーです。
これはポリタップなので押し込むだけです。それからコマンダー用のハッチ。こうだ。そしてバスケットを後ろに取り付けます。左側の小物バスケットを忘れていました。この接着はタミヤセメントとミスターセメント S を50/50で混合した接着剤です。多めに塗っておけばすぐには乾かないので作業が楽です。形になってきました。試しに乗せてみますね。子供の頃からこの形になると必要もなく乗せたくなるんですよ。このガナー用のサイトはボンド SU で仮に接着してあります。エッチングパーツの工具用のクランプはモールドに上半分を貼り付けました。そしてこのネットを使い込んだイメージを狙いました。脇の変に曲げてしまったところを目立たなくするための措置です。実際にはここまでデコボコにはなっていないと思うんですけれどね。そのバスケット状のバンジーフックはいかにもエッチングっぽい薄い感じだったので、トキパテを真ん中に持っておきました。今日はこんなところです。次はいよいよ塗装に入ります。予定では一番下にオキサイドレッドを塗り、その上に黒と白のマーブルパターンを塗って下塗りとします。それではまた。